もうマグロ界のなんかグランドキャニオンみたいな見た目というかネギは鍋です。入れた瞬間勝手になくなってたっていう。人生で食べてきたネギま鍋の中で一番最高級の味ですよ握りの大きさもそうなんですけど、やっぱり一個一個の見た目へのこだわりというか、はい、あと口に入れた時の完成度のこだわりとか、それも含めてのなんかトータルの造形、作るっていう字が結構キーワードな気がしたんですよ。そもそも造形が好きだったんです。美術が得意だったので、美大に行きたいという小学校の手に入った中学校の時に先生の人にお願いしたら、聞いたら美大やめろと言われて、で普通科に入って大学出て、でもやっぱり造形がしたいと。で親父に聞いた質問したら、飲食だけはやめろと。店名の寿司みのるのみのるはどっから来てるんですか？私の先代の父親のみのるです。やっぱり目標は先代のようなサービスができるようになりたいなと思いますけど、もうサービスの鉄人みたいな感じで、やっぱり気配り目配りが素晴らしい方ですね。はい。こんにちは。ようこそ。名古屋駅から電車で10分、尾張一宮駅近くで店を構える知る人ぞ知る穴場店。20年以上地元密着型の人気割烹を営んできた2代目大将が新たに2024年に寿司店も開業。お任せは税込み15,000円で、割烹スタイルの名作つまみと切り付けが大きく食べ応え満点のうまい握りを満足度高く楽しめる造形を追求する大将の美意識が表現された食事と空間は心地がよく、常連客も多く集う。人に教えたいけど本当は教えたくないような愛知県で静かに輝く有料店だ。結構愛知を代表する日本酒の一つですよね、九平寺さん。そうですね、九平寺さん代表する酒蔵の一つですね。しじみほうれん草おひたしです。あっさりさっぱりな感じがいいっすね。しじみほうれん草って冬場の寒冷地で作る野菜ですので、味が濃いんですね。うん、噛めば噛むほどはい、じわじわ出てくるっすね。白子の柚子釜蒸しです。これ柚子の中にはい白子だけですか？白子だけです。あとは銀あんをかけてますね。最初の方は温かいものを出してお腹の中を温めてちょっとリラックスしていただくという思いがあります。白子がはい、すごい溶け方がすごい心地よいというか、あ優しく溶けていくっていうかありがとうございま幸せのとろみですね。すでに一応愛知の地酒も何種類か置いてらっしゃる。そうですね、愛知県でやってますので、愛知の地酒も数種類置いてますね。はい、三河の天然トラフグのテサです。箸で持った時にちょっとブリブリ感がある。炙りブリカンが、はい、ありがとうございます。これ3日目です。美味しい。やっぱこのフグの食感大好きなんですよね。あと甘いですね、身が。ちょっと甘いかもしれないですね。もみじおろしもいいっすね。そこに地酒の蓬莱泉の空。地物で地物を飲むと。最高っすね。最高地産地消。竹市敦彦、1976年生まれ、49歳、愛知県出身です。よろしくお願いします。大学卒業して商社に入りまして、それで3年で辞めて、私の先代である父親がずっと職人でしたので、やっぱりものづくりが好きということで、先代がお店を開業するということで、私もずっとやっていましたね。まずはミシュランガイドのお店に入って、少しだけ勉強させていただいて、そこから先代のお店に味方として20年やっていました。おばんざい割烹みのるの方は22年目に入りまして、お寿司屋さんの方はまだ1年半しか創業できてないですね。この寿司みのる本町さんは、はい、おじさん亡くなられて大将が継いで、大将がもう一個お店作っちゃおうっていうので作ったって。そうです。
ちのそのおばんざいみのるのお作りは熟成のお作りをメインとしてますので、これはもう間違いないお寿司で合うネタなので、お寿司屋さんをやろうと思いました。鹿児島県産高根の木の芽焼きです。このお花みたいなやつ、これ何ですか？それカブの菊花漬けですね。うまっ。シャキシャキすぎないシャキッと感、はい、食感とタケノコの香りがぶわっと広がるんですけど、それとともにこの木の芽の爽やかな香りが鼻腔を駆け抜けるんですよ。2段階で美味しいというか、ちょっと普通のお寿司屋さんの刺身出して、焼き物出して茶碗蒸し出してとはやっぱ違う、ちょっと割烹スタイルのシンプルなんですけど、そのテイストがすごい入ってるのかなっていう。もう本当に私にはしたいことですね。なんかミノルさんのこう DNA というか、ミノルの血が入ってる、親子代々の。ネギは鍋です。ネギは下仁田ネギですね。もう蛇腹じゃないですか。もう蛇腹だからもう筋が溶けて、はい、もう切れちゃったネギがもうぶっとい。入れた瞬間勝手になくなってたっていう。そうですね、やっぱり蛇腹のそれが良さですね。はい。でネギっすね、これ。ネギ、はい、今回ね、ネギが主役でマグロは脇役ですね。ああ、はい、でもそのマグロ蛇腹ですからね。はい、本マグロですよね。はい、本マグロです。今日のは塩釜です。塩釜の一番いい蛇腹を切って煮てるけど、それに勝るぐらいのネギのこのパワーととろけ具合、人生食べてきたネギま鍋の中で一番最高級の味です。基本的にヤリイカを使うようにしてまして、あとはない場合はスギイカとかアオリイカとかいいものがあれば使うと思います。ヤリイカを好んで使う理由は何ですか？やっぱり柔らかいのと足もこういうふうにつまみができるし、はい、応用が効くので使ってます。いやもうほんと造形美。うわずっしり。ここからのアーチと曲線とこのなみなみのエッジの部分が美しい。うまい。プリッと感は残しつつも、どっちかというと甘さとねっとりさをこの赤シャリと合わせて、で塩柚子すだちがなんかいろんな要素が入ってきて、はい、口の中で完成する料理的な握りだなっていう、はい、そうです。それをイメージしてるために作ってます。この剣杉相当甘いっすね。身が厚かったから良かったです、うん、いやめっちゃ美味しいです。あとシャリが色は結構しっかりなんですけど、そんなに主張してこないというか、あくまでイカが主役、ネタが主役、口入れた時の思わずこう微笑んじゃう感じが、はい、ある一貫でした。いわゆるリンゴ系のガリというか。そうです。でかいですね。はい、大きかったです。3キロ弱ですね。はい。昆布は昨晩なので1日ですか。1日ぐらい。三重県産の 2.8 キロ天然ネギ鍋です。うわ美しい。噛めば噛むほど昆布の香りもまとった味わいが出てくる。やっぱ3日目なんでっていうのと昆布に当ててるので、はい、どっちかというとしっとり系、そうですね、はい、でもまだちょっと身に張りがある感じというか、本当そうです。だれてない感じ、これ島味です。宮城の島味、三重県伊勢の、4キロ台のサワラですね。これが山口の塩甘鯛ですね。2キロ台ですね。これそれぞれ寝かせてるんですか？熟成、熟成かけてますね。これはもう10日
これは4日ですね。これも10日ぐらいですかね。はい。どうですか、こう腹割ってみて。いやー、ここの油の具合がすごいなんか楽しくて、これがその油がどんな風に回ってるんだろうというのが楽しいですね、身に対して。なんすかこれ。こんだけ大きい島味は力もあるので、熟成にはもってこいですね。すごいやっぱ見た目に重厚感があります。10日熟成って聞いてた時のイメージよりも、思ったよりみずみずしさがあります。なんか全然そのカピカピというか、乾燥してる感じがないというか。そうですね。やっぱじわじわとこの余韻のパワーが、熟成ならではの香りが口の中に広がる。熟成香というかね、身の中に油が絡んだ感じの香りがいいですね。はい、赤縄のそのものです。三重県産ですけど、握りの合間にちょっとしたこういうおつまみもちょっと小出しにして出すって感じですか？そうですね。油っこいの後にちょっと酢の物をちょっと出したり、ちょっとぬるっとした感じがまたたまらないですね。いいですね。うわ、柔らかい。柔らかいです。でかっ。これは大間ですね。うわ、何この分厚さ。うまい。ボリューミーですね。でもやっぱ脂ある冬のマグロというか、冬の赤身はね、脂が程よく入って美味しいですね。何この茶バラボックス。フランスのお塩ですか。マグロ界のなんかグランドキャニオンみたいな見た目というか、うわ、うまっ、甘っ。このやっぱ蛇腹が、さっきはネギマの熱々で筋がなくなってる感じなんですけど、炙って火を入れるところでもギリ筋は残りつつもほぼ溶けてるっていう、本当に美味しいです。大将の中でホッキ貝の選別のポイントとか、今日はいいものだなって見るべき観点ってどこですか？やっぱり腹に丸みがあることと、あとは重さがあることですね。開いたら中のこのひだがもっこりしてるやつがあるんですよ。それ当たった時はもう最高に嬉しいですね。それはでも貝の場合は開かないとわからない。そうなんですよ。それが貝の楽しさであり悔しさでありって感じですね。うまっ。これもホッキ貝のステーキです。噛めば噛むほどこの濃厚な旨味というか、
うまっ。めっちゃ分厚いですね。いや、赤貝うまいです。てか全部がやっぱ肉厚でティリス系も含めて食べ応えがめっちゃある。これは今日の山口の赤貝は、やっぱ閖上とかあっちの方だと昆布系の昆布酒なんですけど、これはどっちかというと塩の香り、海の香りがする赤貝、ミネラルっぽい感じ。ミネラルっぽい。本当むきたての赤貝を食べさせていただいてありがたいです。もうなんか鮮度がやっぱ大事じゃないですか。そうですね。まず JR、本線名古屋駅から一宮駅まで快速で8分、そこから、徒歩4分で当店までご来店できます。なんか一宮っていうと名古屋からちょっと離れてるのかなってイメージあるんですけど、実は名古屋駅から電車乗っちゃえば、意外と近いんですよ。めちゃくちゃ近いです。お店の営業時間は平日、火曜日から金曜日までは18時から22時半まで営業しています。土曜日に関しましては17時から22時半まで営業しております。一斉スタートとかではなく、ある程度お客さんの都合に合わせて開始時間は決められるって感じですか？そうですね。お客様の都合に応じて受け止まってますね。お任せコースはいくつかあるんですか？はい、4つあります。4つ。はい、1つが2万円のコースで、つまみが4種類ぐらいで、握りが13種類前後。これは季節によっても変わります。次に1万5000円のコース。あともう1つが、1万円制のコースで、これも同じようにつまみと握りがバランスよく出てくる。次に8800円のコース。これも同じようにおつまみとお寿司がバランスよく出てくる。あとはやっぱりご高齢の多いエリアですので、食べられないシーンの方はもうちょっとお値打ちな6600円のコースもご用意しております。予約はまずは電話とですね、Google や Instagram、あとは公式 LINE からのネットオンライン予約で受け止まっています。今日どちらのカード？今日佐賀ですね。佐賀。はい。でかい。今日で3日目ですね。油すごい。この時期の小肌、油の乗りが違いますね。本当に今日の小肌は油があって良かったですね。これ塩と酢何分ずつぐらい？薄塩で15分、酢も15分ですね。酢はさっきの風呂のここねさんの時はですね、まろやかな感じです。角がない感じです。これ三重かなと思います。いや、東海の。はい。一応地物ですね。はい。サイズはこれ2キロぐらいですね。1キロ半、2キロぐらいです。タコで柔らかになってます。柔らかに。大根でこの野郎っていう風に繊維が潰れるぐらいタコを足を叩いて。ザ柔らかに。はい。でもギリギリ芯はちょっとだけ食感残して。そうですね。はい。濃密な柔らかにですね。味が濃い。これは両店舗で人気のメニューの一つです。これ対馬です。今日の穴子は大きかったですね。いや、この一貫ですらほんとでかい。これ半分ですからね、ちなみに。あ、うまい。爪がすごい濃厚ですね。爪はこれは何の爪？これは穴子の煮爪ですね。はい。これチョコレート入ってないですよね。ちょっと入ってるかもしれないですね。ちょっとチョコだけにはい、濃密。爪が美味しい。ちょっとこう香ばしい感じがあるというか。そうですね。はい、この鍋の周りにビビりついたやつをちょっとこうやって溶かしながらやってるので。でも今みたいにやっぱそういう一個一個の仕込みとか、タレ一つとっても、まあ、すごい手間がかかったり、愛着が出るじゃないですか。割烹と寿司の仕込みの違いとかでいうと、どうですか？まあ感じること。お寿司の方が仕込みが大変ですね。その個性があるので、その個性に合わせて、塩を当てないといけないですし、毎日同じものはないので、それが大変ですね。
うわ濃厚。濃厚です。甘い。ウニはひんやり、シャリはあったかめのいわゆる冷圧冷圧です。で、またわさびがなんかこう程よいつなぎ役になってるというか。北海道のアサリなんです。でかいっすね。でかいんです。セイガルがめっちゃでかい。カツオ昆布だし、アサリのだし、あとは魚のアラのだし、カニのだしが入ってます。うわあ、うまっ。これは真珠貝です。これは愛媛。愛媛。サクサクしてて、でもちょっと粘りがある。味濃いですね。味濃いです。うん。茶碗蒸しの中にも入れますし、はい、これは焼き卵といちごです。これはすり身と平飼いの卵と、あとはチーズです。チーズ。はい。いちごは何ですか？愛きらりですね。地元のいちご？地元の、はい。愛知の。愛知の。うまっ。ちょっと酸っぱくて、みずみずしくて。もうスフレですね。あ、でもすり身の味する。そうです。寿司みのるさんのシャリバ、まずお米は何を使ってらっしゃる？愛知のレンゲ栽培米です。地元のお米ですかね。地元のお米ですね。はい。石和加工屋さんの、赤酢と、米酢、あとは黒酢を使ってます。そこにお塩と砂糖。そうですね。黒酢入れるっていうニュアンスは、はい。どういうテイストを入れたいからですか？コクをちょっと出したい感じですかね。ほんのり甘さがある感じの、ちょっと大人な感じ、お上品な感じ。そうですね。で、お米の炊き加減がめちゃくちゃいいですね。硬すぎず、はい柔らかすぎず、でもどちらかというと固めより。固め寄りですね。大将、今日は楽しく美味しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。寿司みのる本町さんのはいこだわってらっしゃるところとか、大切にされているところ教えてください。はい。お寿司屋さんに来たら寿司のつまみしかないかなっていうのはやっぱりしたくないということがあります。で、やっぱり割烹とね、開拓の経験があるので、その季節の応じてのつまみを出したい。目で見て楽しんで、口の中に入れて楽しんで、頭の中で楽しんでって感じで思ってますね。握りの大きさもそうなんですけど、やっぱり一個一個の見た目へのこだわりというか、はい。あと口に入れた時の完成度のこだわりとか、それも含めてのなんかトータルの造形、作るっていう字が結構キーワードな気がしたんですよ。そうですね。はい。そこですね。はい。なんかみのるさんワールドはやっぱり、絶妙な塩梅ですね。この空間の居心地もそうだし、食べ心地も食べ応えあるんだけど疲れない、程よいインパクト、最終的にはこの実るっていうところに集結するための創造であり、接客であり、空間作りでありっていうところで、最後にやっぱ大将もお客さんも食べて美味しい、従業員の皆さんもなんか働いて楽しいみたいな、なんか散歩よしな感じというか、みんながこう実る感じ、なんかポジティブな感じがすごいあったんで、っていうのと、この内容でお任せ15000円はめちゃくちゃお得だなって思いました。すごい楽しい時間ありがとうございました。今日ごちそうさまでした。いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。